はい、おはようございます。今回ミニカーフェスにやってまいりました。去年に引き続きですね、めちゃくちゃ気になるシェルを見つけましたんで、またまたご紹介したいなと思っております。はい。じゃあ早速紹介していきましょうか。はい。はい、じゃあ改装の方紹介していきたいなと思います。はい。オーナーさんを紹介したいと思いますんで、どうぞ。はい。じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。はい、東京から参りました若林と申します。若林さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回ミニカーフェスは初参戦ですかね。初参戦です。去年はいらっしゃいませんでしたよね。去年ははい。そうですね。いたらだってこの車すぐわかりますもん。めっちゃ可愛いもん。いや、めちゃめちゃ可愛いよね。可愛いよ。いや、俺、まあ当然ね、シェルもそうなんやけど、この軽トラですよ。これちなみに、はい、ベース車は何になるんですか。これはマツダのポーターキャブ。マツダのポーターキャブ。という車で。はい。めっちゃ可愛いないこれ。これちなみに何年前の車ですか。これはですね、昭和60年式なんで38年ぐらい前。僕が4、5歳の時の車ですよ。レトロでめっちゃ可愛い。すごいよね。もうこういう言うたらもう面構えですか、ずっともともと。そうですね。これ3代目初代2代目3代目っていうのの3代目になる最終モデル。ああ、なるほど。ただ顔は本当は3代目だとここにガーニッシュって言ってこう黒い帯が入るんですけど、でそれを取って2代目の顔にしてます。ちょっとスムージングしてみたいな。はい、ああ、なるほどなるほど。これあれなんですよね。660cc じゃないんですか。550cc になります。はい。すごいです。ここら辺とかもめっちゃレトロなんよ。いや、ちょっとすごいね。ああ、よろしいわ。ハンドルはね、50年前のファミリアっていうののファミリア、はいはい。マツダのファミリアの車のやつを自分でレストアしてすごい取り付けてます。これはもうなんかすごいですね。この感じがね、これ三角窓。三角窓が。あとこちら見ていただいた方がいいかもしれない。ここ見ててください。ここ。おお。これなんですか。これベンチレーションって言ってここから風が入るんです。へえ。いわゆる外気取り入れる取り入れないみたいな。エアコンがない車なので。なるほど。はい。ここから風がわーって。真夏地獄じゃないですか。真夏が逆に涼しいんです。あ、そうなんですか。風が入るんで。まあお盆の時期ぐらいだけ避ければあとオールシーズン。ああ、すごいな。かっこええな。これをね、まあ言うたらベース車をこれでシェルを作っ。そうですね。自作ですよね。はい、そうですね。この軽トラが可愛らしいのでこんな感じのイメージ。いやー、すごいです。ちょっと外見をなんかこだわりのポイントとかないですか。こだわりはまあ例えばこれですかね。この屋根はこれスタイロフォームっていう断熱材にギルトセメントっていう造形モルタル用のセメントでこう粘土細工みたいな形作って、でそれに塗料をかけてで石屋根みたいな。これ本当じゃあ元はスタイロフォームってことですか。この間ねここぶつけてここバコってえぐれたんですけど、それもこうつないでなるほどなるほどなるほど、すごいですね。あと窓もおしゃれですよね。そうですね。窓もこれも1個ずつ作ってるんです。そうですね。外のこれはねジョリパッドって言って、ジョリパッド、はい、ジョリパッド、はい、お分かりになります。外壁塗装材ですね。そのなんていうんですかね、ベースのフレームというかあれは何になってる。フレームも木でパネルを作って、でラスカットっていうこういうモルタルとかをこうやるようなザラザラのヤスリみたいな板があるんですけど、そこにこう塗り付けてジョリパッドを塗ったと。そうなんです。なるほどね。でここに見えてるこれはここにアウトリガーをガサッと脱着用ですね。脱着してガンとやって四つ足にして。なるほど。はめ込むタイプ。はめ込むタイプ。なるほど。はあ。これだから蝶つがいの旗蝶板っていう蝶つがいの片割れをこっちにやっ
てもう一個の長板をこう刺す。今こちらの説明しますけど同じようなんですけど。へえ。これにも塗ってあるからさ、馴染んでてさ。そうね。うん。違和感なし。この煙突さんはこれはもう煙突は普通のよく売ってるホームセンターで売ってる煙突に茶色を塗ってから、はい、金色をこうスポンジでトントンとやってかすらせて、ちょっと真鍮っぽいというか銅っぽい。ちなみにこれは中とほんまの煙突みたいな形にはなってる。中は、はい、通気口になってて、なるほどなるほど。換気扇つけてたんですけど今ちょっと荷物が多いのでちょっと外してます。へえ、なるほど。通気口になっとると、はい、いうことですね。これさ、キャリアやと思ってんけどさ、これソーラーだねんけど。そうなの？ほんまや。ほんまや、ソーラーが乗ってた。これもちゃんとこだわって隠してるってことですね。そうですね。あんまりこう、そういうなんかこう新しいものがこうなってもちょっとね合わなくなっちゃうんで。確かに。そうですよね。だってね、これを斜めにこうやってもね。あ、すごい、ほんまやね。これ意外に目立たないんでね、こう取られる心配もないし、気づかれないんで。気づかなかったです。はい、気づかないですよね。気づかなかったです。そうなんです。すごい。ドアもうどっち？じゃあまずどっちから行きましょうかね。玄関口から行くかこっち側から説明。まあこっちから行きましょうかね。はい。これに。あ、そうこれ何ついてるんやろうなと思って。これね磁石でつくようになってて。なるほど。パチンとやって。普段これひっくり返してはみ出ないようにしてるんですけど、これをやってこっちとこっちを外すと座れる状態。あ、いいですね。テーブルにしたりとか。うわ、やばい。すごい。やばい。めっちゃメルヘンやん。これ。何なんですか。なんかあれですね、ちょっと若林さんにこんなん言ったら失礼かもしれないけど、見た目のやつちょっと中メルヘンです。そうです。女子力高いんで。すごいっすね、ほんまに。内装見ていただきましょうとか言うてる場合じゃないぐらいオープンやな。すごいね。いや、これすごいっすわ。ここにコーヒーのね、コーヒーをこうやって。あ、いいな、こんないい。こんなんやわ。こういうので。わあ、ちっちゃい。ああ、なるほど。え、ちっちゃ。そんなんあるんですね。そうなんです。すごっ。とにかくコンパクトですね。コンパクトに。わあ、すごい。こういう風にすると。めっちゃおしゃれ。で、夜間になってたり。いちいちおしゃれですね。反対側の扉の方も。まあ、小物。そうですね、小物とか、まあ、お茶とか、コーヒーだとか。出たりとかして。すごいですね。なんか。ちょっとじゃあ玄関の方。そうですね。このままちょっと。せっかくなんで、後ろもおしゃれやわ。すごい。これはあれやね、1割出てないタイプですね。そうですね、そのまま収まってて。あ、すごい。開いたらそのまんま階段になる。すげえ。これだから。さっき言ったこれも旗長板使ってて。これ外すと、パカッと外れるんですよ。なるほど。これが旗長板って言って、ここが、これのでかいやつが刺さる。そういうことか。ラッチで止めると。わあ、すごいですね。で、磁石で。は。揺れ防止。止めると、もう全くすごい跳ね上がらないんで。やば、やば。そうするとステップとかそういうのをいちいちこう入れたり出したりとか忘れたりとかしないんで。まあ、たまにそのまま走って引きずったりするじゃないですか。気づきますからね、でもね、それやったらね。リアモニターに映るんで、なるほど、なるほど。今入り口がこんな感じ。うわ、すごい。一個一個パーツがおしゃれ。そうなんよ。この取っ手とかこういうのがね。ちゃんと鍵もついてて。また鍵がいわゆるこういう。アンティークな。アンティークな鍵で。外国の映画でしか見たことないような鍵や。これがガチャンとすごいなるともやばいですね。何なんですかこれ。いやすごい。あ、引っ掛けて止まるように。止
止まるようにしてパンますね。チならんように。なるほど。いやー素晴らしいな。一応あれですね、固定はラッシングって形ですかね。ラッシングっていうのかな。ラッシングっていうか、まあラッシングのベルとね、そんなにガシャってやるんじゃなくて、はいはいこれ実際は緩いんですよ。ああ、はいはいゆはい、はい。るゆるのままでここで止まってるんですけど、はいはいこれ煽りをグッと上げることで、ここでテンションがかかるんですよ。なるほど。で要は下にさえ押さえつけておけば、そうですよね煽りで全部囲っちゃうから、確かに。落っこちるとかそういうことは一切ない。まあ動き回るのを止めるぐらいのそうですね程度って感じですかねもうほ。とんど動かないですかそうらね。ですよね。そうなんですよね。実際ほんまにわかります。あれもそうだけど、わかりますわかります。動かないです。動かないです。はい。じゃあちょっとはい中の方紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい。どうしましょうかね。まあ僕こっちからじゃ入ってもらったあ。あ、そうですね。おあきさんがちょっと。マキさんの中に入っていただいて、はい。ここで靴に。はいああいいね。じゃあもうめっちゃいちいちおしゃれやな。そうだよ。ああすごいね。椅子に座っていただいて結構ですので、すごいですね。こんな感じで。ああいいですね。こっちがシンクになるんですかね。ギャレーですね。はい。めっちゃおはい、しゃれな。入れていただいていいですか。おしゃれな。もうこういう感じああね良。きかな良きかな。でここあこれに排水溜まっていくんそうでね。ですすね。ミルクポット。もうなんかもう全部おしゃれやん。可愛いよ。あ、見て同じ鍋使って。あ、ほんまや、全く一緒や。全く一緒やった。これいいですよねいいですよね。でこういうのもさ一個一個さ白になられてるからさ。あーまあすげえな。なのでここにね小窓があるんよ。開きますよ。え、押していただければ。あ、そうなんですけど。外から開かないようになってるんで、へえ、そのままドーンと押していただいて。あ、すごい。可愛い。ちゃんとこんな可愛いよレースのカーテンまでついてますよ。ね。外からは開かないように外からなってると。開けられると困るじゃないですか。そうですねパカッ。とこう覗かれると困るんで。あ、それそうですよね。あ、なるほどな。これも電気つくんですか？あ、つきますよ。ちょっとまだ明るいからあれやけど、つきましたつきました。本当は外用。あ、いいですね。あ、いいですね。かわいい明かりやわこっち。見て。え？今の外の電気のスイッチ。これ。これとこれ。え、めちゃめちゃ。これもね、これも塗られてるんですよね。そうですねここら辺とかであはい。馴染むようにあ、。なるほどね。それも白っぽいプラスチックでなんか嫌だった。でもうこれもや。扇風機も扇風機もや。扇風機もちょっとアンティーク風に。でここ一酸化炭素あ、やばい。すべて。はい。すごい。そして風暖も塗ってます。あ、うわうわうわ、ほんまやわほ。んまや。なんか基本ちょっとアンティークなあ、そうなんです。感じですね。これに普通のいわゆる工業製品っぽいのをつけちゃうと、あーなるほどもうドン引きしちゃうんで残念な感じになるんで。そうその今回こだわりがね。うん。いや、なんかいっぱいあるね、これ。この上のさ、天窓。うん。めちゃくちゃ良くないすごい。あとこれあれですね、このレール。レール電気どこでも使えるように。そうですねこれちょっとずらしたり。いいですね。これも見て。これはマドレーヌの焼き型ですね。え、ほんまにそれなんですか。 100均売ってるあはいはいこうそれを傘にしてるんですか？そうです。それを傘にしてなんかそういうおしゃれなやつ。おお。そういう製品がないんで、もう100均しょっちゅう行ってすげえな。使えるっていう。おー。やべえ。ちなみにですね、はい電気は今ちょっと拝見させてもらったポタ電使ってポタ電ですね。もうこれだけもうスですか？ワーキのあ、500ぐらいですか？ 350、あそんなぐらいかな。ああ、もう売ってないですよね今。これもうなさそうですね、型的には。はい。でこれはさっきのソーラーパネルにつながって、で外は外で100ボルトも取れるようにしてるので、ああ、なるほど。外からこう充電することもできますね。そういうことですね。はいなるほど。ここにこれをRV パークとか行ったことないんですけど、行ったとしたらこれで挿せばいい。なるほどね。外から取る。ちなみにこれ寝るときってどうされてる？寝る時ですね、はいちょうどこれがあ、そうなってる。コイルスプリングがあって、はいでこれをL 字型に組んで、で僕の場合ほとんど斜めになって寝てます。ああ、まあ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 。足がちょっとやっぱ当たるんで、ああ、なるほどね。女性だったら大体まっすぐ寝れると思いますけど、あ、結構入る。結構入りますね。でこれ棚が本当はこれ全部外れるようになってて、狭めたりこう広げたりとかできる。そういうことか。なるほど。で結構こう遠く行く時はもう荷物たっぷり入れるんで広げて、何にもない時はこれも外せるようになって。いいですね。すごいですね。全部考えられてますやん、こんな。
ちょっとこだわってしまう。すごいですね。そうそう一個一個のこだわりがね。やばい。あ、空が空がね見えますか。こう中とかは、中の壁とかは、もともとね、最初クロス貼ってたんですよ。はい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 。でもクロス貼の漆喰調のやつ貼ったんですけど、なんか子供部屋っぽくなっちゃって、だから綺麗に作っちゃうと子供部屋っぽくどんどんなってっちゃうんで、もう漆喰塗ったんですけど、なるほど。漆喰はもう手塗りです。お、すごいですね。手で塗ってますね。木レースでこれを。あ、そうです。ベニヤのところにクロス貼って、はいクロスの上からも。あ、クロスの上から。うん、なるほどね。はいへえ。すげえ。この世界観の車他にないもんね。すごいわ、ほんまに。床はこれ。床はこうフローリング材をこうジョイフルホンダで買ってきて。某ホームセンター。あんまり言えない。全然いいです。たくさんあるんですよね。ジョイフルあるし、カインズあるし、コメリあるし、でコーナーあるし。あ、近所に結構あるんですよ。ジョイフルホンダ以外は分かったな。ジョイフルホンダ初のだ。めちゃくちゃいっぱいいろいろあります。そうなんですね。行ってみなでかいんあかんね。です。相当でかいんで。これはすげえな。うん。あとこれ湯沢屋でこう湯沢屋1時で。間ぐらいかけてこうリボンをねでミシンでチクチクチクそんなのご自分でやる。やりません。もともとでマットも自分で作ったんですけど、ちょっと高さ欲しかったんで、たまたまいいの見つけたからこれでスプリングのベッド買ったんです。かっこいいな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。はい、今回はせっかくなんでここで締めさせていただきたいなと思います。若林さんのシェルいかがだったでしょうか。まあ自作なんですけど、なかなか見る機会がないようなシェルでしたね。どれぐらいかかりました作るの？作るのは外装3ヶ月内装3ヶ月で半年ですね。材料費だけで言ったら30万。同じものもう一回作れって言われたら30万ですけど、無駄なことしたり、あと工具とか一切初めての DIY だったので、これマジですか。はい、だから電動とか使ったことがなくて、だからそこから始めて。それでこれすごないですか。もうなんかそういう僕職種に勤めてはるんかと思って。僕はiPhone とかのカーナビとか作って会社めっちゃデジタル。めっちゃデジタルで本当初トライで。あ、マジですか。ちょっとそんな面白いの最初に教えてください。一回締めましょう。大丈夫大丈夫。使わせていただきますんで。すいません、ありがとうございます。あ、そうなんですね。あ、それはすごい。計算期間が約半年ぐらいで、材料費ですね。かかったのは約30万円と。まあ工具とかなるともうちょっとかかるかなっていう感じですかね。もっともっとかかる。もっともっとかかるね。高いから。そうね。いやでもすごいね。でもこれがでも自分のものってなるといいよね。自分で作ってこんな100均でこんなすごいよね。ほんまにちょっとした工夫が素晴らしいです。まあこんなシールもあるんですよということでございます。はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。